先輩ジャパニーズカフェへようこそ。猫先輩です。ひよこ後輩です。今日もよろしくお願いします。今日のテーマは病院や薬局で体調を伝える日本語だよ。あ、それ本当に知りたかったんです。いつも困るので。そうだよね。体が弱った時こそ言葉が出てこないんだ。それです。今日で具体的に伝えるを覚えたいです。その前に前回の復習、何の話だったか覚えてる？はい、夜道と一人暮らしの防犯の話でしたよね。そう、念のためが合言葉だったね。今日もそこは同じ。備えが大事ですね。体調も早めに伝えるですか？ひよこちゃん、日本で病院に行ったことある？あります。風邪をひいた時にでもすごく緊張しました。わかるよ。受付でどうしましたかって聞かれて固まるよね。そうなんです。結局痛いですしか言えなくて。それだとお医者さんも困っちゃう。情報が足りないんだ。情報ですか？何を言えばいいのかわからなくて。大丈夫。実は伝える順番にコツがあるんだよ。コツ聞きたいです。順番ってどういうことですか？まずどこが、次にどんな風に、最後にいつから。どこが、どんな風に、いつから。3つだけですね。そう。この3つを言えればもう半分は伝わってるんだ。なんだかできそうな気がしてきました。じゃあ一つずつ言葉を増やしていこうか。はい、お願いします。まずはどこがからですね。病院に着いたらまず受付で保険証を出すんだ。保険証、緑や青のカードみたいなものですね。そう。それから問診票っていう紙を書くことが多いよ。問診票、そこに症状を書くんですか？症状は体に出てる困りごとって意味だよ。なるほど、熱とか痛みとかですね。そう、書くのが難しければ口で言っても大丈夫だからね。受付の後はすぐに見てもらえるんですか？大抵待合室で順番を待つんだ。待合室、番号で呼ばれるっていうやつですか？そうそう、名前か番号で呼ばれるから聞き逃さないようにね。それ不安です。日本語の名前聞き取れるかな？大丈夫。心配なら受付で一言、聞き取りが不安ですって言えばいい。あ、先に言っておけばいいんですね。気が楽になりました。困った時は待ってる間に伝えたいことをメモするのもいいよ。メモ、さっきの3つを書いておけば安心ですね。その通り。準備しておけば本番で焦らないからね。じゃあまずどこが、体の場所の言い方ですね。頭、喉、お腹、腰、背中、この辺がよく使うね。喉が痛い時よくあります。あれ辛いんですよね。そういう時は喉が痛いですで完璧。場所と痛いをセットで。場所プラス痛い、あ、それなら言えそうです。でしょ。お腹ならお腹が痛い、腰なら腰が痛い。シンプルですね。場所さえ言えればもう怖くないです。次はどんな風に。ここで日本語らしい表現が出てくるよ。日本語らしい表現、なんだかワクワクします。痛みって種類があるんだ。例えば頭がズキズキする。ズキズキ、なんだか痛そうな響きですね。そう、ズキズキは脈打つみたいに繰り返す痛み。頭痛の時まさにそんな感じです。ズキズキ。他にもあるよ。頭全体がガンガンするっていう言い方も。ガンガン、それは重くて強い痛みって感じですか？言ったり、お腹がキリキリ痛むなんていうのもあるよ。キリキリ、胃が痛い時に聞いたことあります。そう、あと傷がヒリヒリする、肌がチクチクするとかね。人みたいな言葉で痛みの種類がわかるんですね。面白い。他にも痛みの音ってあるんですか？あるよ。お腹がシクシク痛むなんていうのも。シクシク、さっきのキリキリより優しい感じですか？そう。弱いけどずっと続く痛みって感じだね。なるほど。
強さと続き方で言葉を選ぶんですね。あと、痺れた時はジンジンするっていうよ。ジンジン。足が痺れた時のあの感じですね。そう、全部覚えなくていい。一つでも言えれば十分だよ。それを聞いてほっとしました。一つずつですね。痛みの次は熱の話。日本人は熱が出たらまず体温を測る。体温計ですね。何度くらいから熱があるですか？だいたい37度を超えたら微熱っていうことが多いね。微熱。ちょっとだけ熱があるって感じですか？そう、測る前でも熱っぽいですって言えると便利だよ。熱っぽい。ぽいをつけるとふんわりしますね。そうなんだ。それから熱の前って寒気がすることが多いよね。寒気。ゾクゾクって震える感じのあれですか？それ。寒気がして体がゾクゾクしますって伝わるよ。熱の話に戻るんですけど、高い熱って何度くらいですか？だいたい38度を超えたら高熱っていうことが多いね。高熱。じゃあ普通の時の体温は何て言うんですか？それは平熱。私の平熱は36度5分ですみたいにね。36度5分。あ、分ってコンマみたいなものですか？そう。体温の小数点を日本語では仏分って言うんだ。知らなかったです。平熱を知っておくと便利そうですね。自分の平熱より高ければそれが熱がある証拠だからね。風邪の時って鼻とか喉とかいろいろ出ますよね。そうだね。鼻水が出る、鼻が詰まる、くしゃみが出る。鼻水と鼻詰まり。似てるけど違う症状なんですね。そう。水が出るのと詰まって苦しいのは別なんだよ。喉も痛いのとイガイガするのがありますよね。よく気づいたね。イガイガは乾いてチクッとする感じ。じゃあ喉がイガイガしますも言えるんですね。咳もゴホゴホとゴホゴホでだいぶ違うんだ。ゴホゴホは重い咳の方ですね。覚えやすいです。あ、それと春先だと風邪じゃなくて花粉症のことも多いよ。花粉症。鼻鈴とくしゃみが止まらないあれですよね。そう。目が痒くなるのも特徴。症状が似てて紛らわしいんだ。だからお医者さんに正直に伝えるのが大事なんですね。お腹の不調もよくある相談なんだ。吐き気とか下痢とか。吐き気。なんだか聞くだけで気持ち悪くなりそうです。胃がムカムカしますっていう言い方もよく使うよ。ムカムカ。胃が落ち着かない感じが伝わってきますね。そう。それから食欲がないっていうのも大事な情報だよ。食欲がない。ご飯が食べたくない時ですね。2日くらい食欲がなくてとか言えるとすごく具体的。あと、なんか体が重い時ってどう言えばいいですか？それは体がだるいですがぴったり。力が入らない感じだね。だるい。よく聞きますけど、自分では使えてなかったです。これを機に使ってみて。あとめまいも大事な症状だよ。めまい。立った時にクラッとするあれですよね。そう、めまいがしてフラフラしますって言えると伝わるよ。症状は強さも伝えられるともっと正確になるよ。強さ。ちょっととかすごくとかですか？そう。少し痛い、かなり痛い、すごく痛いで全然違う。確かに同じ痛いでも伝わり方が変わりますね。あと我慢できる痛みかどうかも大事ですよね。その視点いいね。我慢できないくらい痛いは緊急のサイン。じゃあ夜眠れないほど痛いとかも言えますか？完璧。眠れないほどっていう例えは強さがすごく伝わる。程度の言葉覚えておきます。役に立ちそうです。さて最後のいつから。これが地味に大事なんだ。いつから。確かに聞かれたことあります。困りました。
3日前からとか昨日の夜からとか時間を足すだけ。時間を足すだけ。それならすぐにできそうです。それと変化も伝えると親切。だんだんひどくなってますとか。だんだん少しずつ変わっていく感じですね。逆に急に痛くなったも緊急度が伝わる大事な言葉。もう一つ伝えておくと安心なのが持病のことなんだ。持病、ずっと付き合っている病気ってことですか？そう。例えばもともと血圧が高いとかね。なるほど。それを言わないと危ないこともありそうですね。そんな時に便利なのがお薬手帳っていう小さな手帳。お薬手帳、今まで飲んだ薬が書いてあるんですか？それを見せれば言葉で説明しなくても伝わるんだ。それ心強いです。言葉に自信がなくても安心ですね。言葉と道具両方あればもっと安心して通えるよ。ここまで言えたら診察ってスムーズに進みそうですね。そうだね。お医者さんは聴診器で胸の音を聞いたりするよ。聴診器、首にかけてる丸いやつですね。それで足りない時は検査をすることもあるんだ。検査、ちょっとドキドキしますけど安心のためですよね。インフルエンザかどうかも検査ですぐわかるよ。インフルエンザ、高い熱は出るやつですよね。怖いです。だからこそ早めに病院で見てもらうのが一番なんだ。そういえば注射って今でもちょっと苦手なんです。わかるよ。チクッとするもんね。一瞬だけどね。チク、さっきのチクチクと仲間ですね。そう、よく気づいたね。怖かったら正直に言っていいんだよ。そっか、我慢しないで伝えてもいいんですね。診察が終わると処方箋っていう紙をもらうことがあるよ。処方箋、それを持って薬局に行くんですよね。その通り。薬局で出すとその紙の通りに薬を作ってくれる。薬局、薬剤師さんが薬の説明もしてくれますよね。その時に出てくるのが服用っていう言葉なんだ。服用、飲むの丁寧な言い方って感じですか？そう、薬を飲むことを服用するっていうんだ。薬って飲むタイミングも決まってますよね。あれ難しくて。大丈夫。食後はご飯の後、食前はご飯の前だよ。食後と食前、漢字を見れば意味がわかりますね。その調子。あと1日3回っていう回数もよく書いてあるよ。1日3回、朝昼晩って感じですね。そう、回数を守らないと効き目が弱くなることもあるからね。それと薬には副作用が出ることもあるんだ。これは大事。副作用、例えばどんなものがありますか？よくあるのは眠くなること。だから運転前は注意ってね。なるほど。あと薬が合わないってこともありますよね。そう、だからアレルギーがある人は必ず先に伝えてね。卵アレルギーがありますみたいにですね。完璧。それを言えるだけで安全がぐっと上がるんだよ。薬を飲んだらあとは寝てれば治りますか？それも大事。風邪の時はまず安静にするのが一番だよ。安静、動かずにゆっくり休むって感じですね。そう、それと水分をこまめに摂ること。熱がある時は特にね。水分補給ですね。前にも夏のところで習いました。よく覚えてたね。体調管理の基本は季節が違っても同じなんだ。つながってるんですね。なんだか嬉しくなります。一つ学ぶと次が楽になる。それが言葉の面白さだよ。病院に行くほどじゃない時ってどうすればいいですか？そういう時はドラッグストアの市販薬っていう手があるよ。市販薬、処方箋がなくても買えるお薬ですよね。そう、でもその時も症状を具体的に言うと選んでもらえる。結局今日の3つがここでも役に立つんですね。その通り。どこがどんな風に
いつから、これは万能なんだ。診察が終わったらお会計はどうなるんですか？また受付に戻って名前を呼ばれたら払うって流れが多いよ。あ、また呼ばれるんですね。診察券っていうのももらえますか？うん。診察券は次に来た時に出すカード。大事に取っておいてね。次回も使うんですね。なくさないようにします。それでいい。1回流れを吸っておけば2回目からは余裕だよ。そういえば、日本だと体調が悪い時、マスクをしますよね。そうだね。咳は出るときは周りへの思いやりでマスクをするんだ。思いやり。自分のためだけじゃないんですね。素敵です。うん。体調を伝える言葉も相手を思う気持ちから始まるんだよ。ちょっとここで今日の山場を整理してみようか。今日一番覚えてほしいのはズキズキっていう言葉。ズキズキ。脈打つみたいに繰り返す痛みでしたね。そう。例えば頭がズキズキする、歯がズキズキする。あ、もう一回言ってもらえますか？頭がズキズキする、場所プラスズキズキするだよ。場所プラスズキズキする。覚えました。他の仲間も並べてみよう。ガンガン、キリキリ、ヒリヒリ。ガンガンは強い痛み。キリキリは絞られる痛みでしたね。完璧。このオノマトペが症状を一気に具体的にしてくれるんだ。たった一言で伝わり方が全然違いますね。そうなんだ。痛みにぴったりの音を添えてあげるだけ。じゃあ練習しよう。あなたの今の不調を一つ思い浮かべて、場所、どんな風に、いつから、この3つで言うんですね。そう、声に出して言ってみよう。いくよ。3、2、1。頭がズキズキして昨日の夜から続いています。完璧。それだけ言えればもう立派に伝わってるよ。今日は体調の伝え方がたくさん学べて嬉しかったです。うん。大事なのは完璧な言葉より具体的に伝えることだよ。どこが、どんな風に、いつから、これを忘れないようにします。それだけで十分。あとは無理せず早めに休むことだね。はい、体調が悪い時は一人で我慢しないことですね。その通り。言葉はあなたを守るお守りみたいなものだから。今日のフレーズ、最近どんな時に使ったかコメントで教えてください。それじゃあまた次回。どうぞお大事に。